ダメだと分かっているのにやめられない。あなたにはそんな後ろめたい隠し事はありますか？遡ること23年前の1999年7月、イギリスウィルトシャー州にある国防省の研究機関ポートンダウンに大規模な強制捜査が入りました。押収された捜査資料は膨大で、全てを確認するのにかかった期間は5年以上。さらに警察は捜査資料をもとに約2万人への聞き込み調査も行いました。捜査にかかった費用を全て合わせると日本円にして1億円を超えたというんです。一体なぜそこまで大掛かりな捜査が必要だったのか。実はこの研究所は50年にわたりある実験を行っていたんです。なんとそれは毒ガスを使った人体実験。イギリスの研究機関が50年にわたり行っていた違法な人体実験。国の公的機関がなぜ法を犯してしまったのか。そこには技術を追求せずがいられない研究者のエゴがあったんです。おそす、韓国料理とトッポギっていうかなんか巻物みたいなやつ食べたいよ、ケンちゃんです。アニハセヨー、カンジャンケジャン好きに無理だー、ヤミコです。マッコリブシャー。本日皆様にご紹介するのはイギリスの国防省の研究機関であるポートンダウンで行われた極悪非道な実験についてなんこれさ、です。50年も行われてたって、誰かなんか告発したり訴えたりさしなかったのかしらって、バレてないのがおかしいじゃない、こんな。もうそこはですね、もう政府の根回しの根回しの根回しによってバレなかったんですよ。もうひどいですよね。政府がそういうことやっちゃうんだみたいな。僕はね、この実験をした時に研究者の持つね、探求心っていうのが行き過ぎるとこんな事態が起こってしまうんだっていうね。好奇心自体は素晴らしいんですけど、その好奇心のね、道なりにいるね、周りの人っていうのがね、どんどん見えなくなったんでしょう。まずは、このポートンダウンでどんな実験が行われていたのか、そしてなぜこれが表沙汰になったのか、早速見ていきたいと思います。50年の秘密。遡ること約90年前の1930年代初頭、イギリスウィルトシャー州ポートンダウンで毒ガス実験が行われ始めたのはこの頃のこと。実験は第一次世界大戦の中でのドイツへの防衛策として行われたんです。当時のドイツは化学兵器で最先端の技術を持つ国でした。最初に実験の対象になったのは当時イギリスの植民地となっていたインドの兵士でした。この時使われたのがマスタードガスという毒ガス。このマスタードガスは皮膚から侵入し人間の細胞を破壊してしまう恐ろしい化学兵器。このガスへの効果を調べるため約500人のインド人がガス室送りになりました。ガスの影響で皮膚に重度の火傷を負った者も多数いたといいます。実験はこれだけでは終わらず、1945年頃からはさらに危険な神経ガスの実験も始まりました。ポートンダウンではこのようにして1930年代から80年代の約50年にわたり違法な実験が行われ続けたんです。神経ガス、重度の火傷が起こるマスタードガスよりひどいってどういうことなの？端的に言えばね、死に直結するガスなんです。一番ひどいじゃん。というわけで本日のメトラキーワード、神経ガスについて。神経ガスは体内に侵入すると脳からの命令である神経伝達物質を分解する酵素に統合し、その機能を奪う性質があります。つまり脳から神経への指令が出されっぱなしの状態になり、痙攣などの症状が起こり、最悪の場合死に至るんです。神経ガスの代表格は1995年の地下鉄サリン事件でも使用されたサリン。この時は視神経に異常をきたした被害者が多く、約8割が目に後遺症を患いました。神経ガスを浴びるとこのように視神経に異常をきたすだけではなく、がんやパーキンソン病などの重篤な後遺症が残ることもあるんです。地下鉄サリン事件ってそんなに実は日本でも起こってた、使われてたガスだったの？そんなね、恐ろしいガスが世界中に広まってしまったのもこのポートンダウンの研究の成果でもあったんです。そしてですよ、ポートンダウンの研究者たちはガスのね、効果を試したいがあまり、いろんな嘘をつきまくるんですよ。本当に。それほどの長期間となると気になるのは、どれだけの人が実験の犠牲になったかということ。実験の被験者は軍人か研究所が募集したボランティアでした。こうして毒ガスを投与された人数はなんと1万人以上。ポートンダウンの研究者は神経ガスの実験に際し被験者にこう説明していました。実験は新種の風邪薬の開発に役立てられます。被験者はそう説明され多額の報酬を受け取っていたんです。怪しいな。そのため実験の内容は一切口外されることがなかったんです。そしてこの実験の結果、現在でも後遺症に悩まされる被験者が500人はいるとされています。彼らは長い間実験の影響とは知らされず、本来かかるはずもなかった病魔に苦しめられる日々を送っていたんです。
風邪薬だなんてお嘘もいいところじゃないのよ。もう何、病気治すところか病人増やしてんじゃないこんな。そうなんですよ。医療のね発展に寄与しようとした被験者たちを嘲笑うかのような行為ですよね。そんな危険なことやってんのに表沙汰になってないのはさ、結局その病気が死に直結するものじゃないからってこと？実はですね、ポートンダウンでは死亡事故もちゃんとねもう起こっちゃってるんですよ。ですがなんでバレなかったのか、それは組織ぐるみでね隠蔽工作を徹底してたからなんです。隠蔽された死亡事故。遡ること19年前の2003年のこと、ポートンダウンの実験について捜査を進めていた警察に一人の老人から連絡が入りました。その内容は毒ガス実験では唯一とされる死亡事故に関するもの。警察へ連絡した老人は元救命士のアルフレッド・ソーンヒル。彼は当時その現場に立ち会っていたというんです。事故が起こったのは1953年。捜査が始まる50年も前の話なんです。ですがマンチェスターのラジオ局が警察の捜査状況を報道したことで自分が知っていることを黙っているのが辛くなり、ソーンヒルは真実を告げることにしました。1953年当時19歳だったソーンヒルは新米救命士としてポートンダウンへ派遣されました。ソーンヒルは国を挙げた研究に携われることを誇らしく思い、使命感を持って職務に励んでいたといいます。そんなある日、後に彼をトラウマで苦しめる事故が起こってしまうんです。被験者となったのは当時20歳の航空技術者ロナルド・マディソン。行われたのは毒ガスサリンの致死量を測るための実験でした。腕からサリンを投与されたマディソンは痙攣し激しく嘔吐。その場に居合わせたソーンヒルは他の救命士と共にマディソンを医務室へ運びました。医務室では解毒剤を使った治療が試みられたんですが、処置は間に合わず、次第に全身が青ざめていったマディソンはそのまま息を引き取ったんです。こんなん誰が見たってやばいってわかるでしょ。いや、ソーンヒルも真面目な救命士だってみたいだけど、なんで50年も黙ってんのよ。そうなんですよ。もうソーンヒルもね、これがね明らかに異常なことだって気づいてたんです実は。ですが彼には言えない理由があったんです。被験者のマディソンが亡くなった後、病院への搬送を任された救命士ソーンヒル。この時彼は研究所の命令でなぜか裏道を通ることを指示されたんです。さらにマディソンの遺体を病院に送り届けたソーンヒルが研究所へ戻ると、上層部から呼び出されました。上層部に呼び出されたところでソーンヒルはある誓約書にサインを求められます。その誓約書の内容は、このことを口外したら刑務所へ送る。マディソンの死因調査は国防省によって秘密裏に行われ、彼の死は実験による過失ではなく不幸による死と片付けられたんです。つまり勇気を出してどこかへ訴えたところで実験の異常さは握りつぶされ、ソーンヒルは刑務所に送られてしまうことになったんです。救命士ソーンヒルはその後約50年間自らが人生の岐路に立たされるたびマディソンの死を思い出さずにはいられなかったというんです。妨害者刑務所を送って研究者たちこそ刑務所入るべきじゃないの、こんなもん。ソーンヒルは国の事業に関われると思って誇りを持ってたはずなのにさ、逆にこれ失望させられちゃってんじゃないこれ、そこなんですよね。もうまさに国の研究機関がね違法行為に手を染めちゃってるっていうところで、楽しみにね入ったのにね、そんなことしてるって目の当たりにしてね、もう信じられないですよ、本当。いやでもこれはさ、そもそもが化学兵器を持ち出された時にの対策のために行ってた実験なわけでしょ。なんで戦後も続いちゃってんの？やっぱりそこにはですね、研究者の、探求心のエゴっていうのがねやっぱあったんですよ。冒頭でも言った通りなんですけど、毒ガス研究への執念。1930年、イギリスはジュネーブ条約に同意しました。ジュネーブ条約は1864年に国際赤十字の創立とともにスイス・ジュネーブで結ばれた条約。主に戦争による傷病者や捕虜の保護を目的とするもの。イギリスは条約の成立から随分遅れての参加にはなったものの、結果的に条約に参加する他の国と同じく化学兵器の一切を破棄することに同意しました。しかしポートンダウンは条約に参加後も依然として毒ガス実験を続けていたんです。イギリスの言い分は医療対策の開発のため少量のみ生産しているというものでした。第二次世界大戦においてはソ連がドイツの研究所から神経ガスの技術を発見。この時各国へ情報が流れたため、ポートンダウンは戦後も対策の必要性を考えたのかもしれません。なるほどね。この神経ガスはドイツで作られたって言ってたんだけど、このタイミングでイギリスにも伝わってきたってことね。でもね、イギリスはねドイツの真似をしただけじゃないんですよ。実は独自のガスも開発しているんです。1954年にはイギリスの民間企業インペリアルケミカルインダストリーズが新種の殺虫剤を開発。しかしこの殺虫剤はサリンと同等の毒性があることが明らかになったんです。会社はもちろん殺虫剤の販売を中止しました。マジで危ねえな。しかしポートンダウンはその殺虫剤を作り出す技術を引き継ぎ、新たな毒ガスの開発を行ってしまうんです。バカ。こうして完成したのが当時としては随一の毒性を誇る VX ガス。
VX ガスは2017年に北朝鮮のキム・ジョンナム氏暗殺にも使われたとされている毒ガスなんです。化学兵器を破棄する条約を結びながらそれらしい理由をつけて実験をやめず、挙句は闇に葬られるはずだった新種の毒ガスまで完成させる。ここまで来るともはや単に防衛のためとは到底思えません。やはりそこには調べれば調べるほど知りたくなってしまう研究者の執念があったのではないでしょうか。確かに防衛のためってならさ、まだ何本か譲れるけどさ、新種の毒を開発したいがためって単なるエゴじゃないの、もうなんか建前のね、範囲超えてますよね。もう彼らのね、もうポートンダウンの研究者たちのね、もう執念ってこんなもんじゃないんですよ。実は彼らね、毒ガス以外にも危険な実験をね、もうめちゃくちゃもう繰り返してたんですよ。もうほんとポートンダウンもうあかん。本当のマッドサイエンティストじゃない、本当に。噛むでもいいや。今日カミカミ。生物兵器に侵された島。毒ガス実験だけで飽き足りなかったポートンダウンは同時進行で生物兵器の開発にも乗り出していました。この時使われた細菌は炭疽菌。炭疽菌の感染者は皮膚に黒いしこりができ、放置すれば敗血症で死に至ります。特に恐ろしいのは肺に炭疽菌が入り込んだ際の肺炭素症。その致死率は 90% 以上だというんです。そして1942年、ポートンダウンの研究者たちはこの炭疽菌を使った生物兵器でとんでもない実験を行ったんです。実験の場所として選ばれたのはスコットランドの無人島グリュナード島。英国政府が強制的にグリュナード島を買い取り、ポートンダウンの実験基地としたんです。そうして行われた実験の方法がまた信じられないものでした。なんと研究者たちは島一帯に炭疽菌を散布したんです。バカ、もうなんでそういうことする？当初の予定ではその後計画していた除染作業によってすぐに汚染は解消できると考えられていました。しかし炭疽菌は生命力が非常に強いため除染作業には莫大な費用がかかるんです。そのため除染は困難とされ、それ以降グリュナード島は危険区域として立ち入り禁止になりました。その期間はなんと48年。48年も立ち入り禁止なの。もう一生誰も何もしないでほしい。まあそうね。でもですね、ヤミゴさんね、ポートンダウンの闇っていうのはもうめちゃくちゃ深すぎて、もうマントル貫通してもブラジルまで行っちゃうぐらい深いんですよ。本当に一番深いじゃない。グリュニャード島の除染作業は1980年代に入って土壌調査を行った探検チームがこのままではいけないとポートンダウンへ訴えて行われたものでした。誰も何も言わなければ島は今でも炭疽菌に侵されたままだったのかもしれないんです。ポートンダウンはこれ以降も別の生物兵器を開発する中で死亡事故を起こしています。もうなんでもうやめな。もうその時に研究していたのはペスト菌。なんと研究者自身がペストに感染し死亡してしまったんです。研究のためポートンダウンの研究者たちは自らの命すら危険にさらしていました。その危険なまでの探求心が多くの犠牲を生む結果につながってしまったのかもしれません。研究所の言い分は医療の発展のためにやむを得ないことだったでしたが、毒ガス実験に関しても同じような言い訳をしていたような気がするんです。ただ裏を返せばポートンダウンにはそこまで研究に没頭し続けたがゆえの技術力があるんです。過程は決して褒められたものではないんですが、その高い技術力をせめて今後の医療の発展に役立ててほしいと僕は思います。その第一歩として毒ガス実験で亡くなったロナルド・マディソンについて再度死因調査が行われることになりました。結果2006年には国防省からマディソンの遺族に約1300万円の賠償金が支払われていたんです。ただこの時も実験に携わった研究者は誰一人として起訴されていないんです。ポートンダウンの闇はひとまず暴かれたかのように思えるんですが、まだまだ釈然としない部分があることもまた拭えない事実なんです。